あなたが犯罪者に同情するとしたらそれはどんな時ですか。2010年3月16日、韓国プサン広域市、警察は一人の男を連れある事件の現場となったアパートを訪れていました。男の名はキム・ギルテ。このアパートで暮らしていた13歳の少女への性的暴行、殺害の容疑がかけられていました。お前はこの窓から侵入した。間違いないな。あの日は酒に酔っていたんだ。何も覚えてない。部屋にはお前の足跡が残ってるんだ。侵入した覚えがないのに足跡が残ってた。ただそれだけのことだ。警察の問いかけに対し終始非協力的態度を示すギルテ。性犯罪の常習者だった彼は以前逮捕された際にも担当判事から社会から永久に隔離されなければならないと断じられたほどの凶悪犯。警察はその危険性を踏まえ捜査過程においてもギルテの身元を広く一般公開しました。すると彼の事情を知った市民からは予想外の反応が返ってきたのです。警察の対応は人権侵害に当たる。社会から永久に隔離されなければならないと断じられた犯罪者キム・ギルテ。その男が世に放たれてしまった時に起こった悲劇とは。更生の余地が見えないその男の存在は韓国社会の闇を浮き彫りにしたんです。おそすけんちゃんです。にゃみにゃみこんです。ちょっと私最近知り得たんだけどさ、人間空飛ぶために胸筋って2メートル必要らしいよ。知ってた？でもそれだけじゃ飛べないよ。羽ってこと？違う。志。志？そう。でも過去そこまでの志持った人間いないからまだいないけどね。じゃあ、人間が自分の志に向かって飛ぶには、高い志と2メートルの胸筋がないと飛べないってことね。そう。逆にあれば飛べるから。なので皆さんもね、ぜひね、挑戦してみてください。はい。本日ご紹介するのは、社会から永久に隔離されなければならないとまで言われた韓国の犯罪者、キム・ギルテについてなんです。高校生の頃からですね、少年院や刑務所に服役していてですね、捕まってない時期の方がもう短かったっていう男なんですよ。人生のほとんどが刑務所暮らしでしょ？しかも高校生から、何やったの？犯行内容もね、気になるし、やばいんですけど、さらにやばいのはね、彼がいくら刑務所行っても何も変わらなかったっていうことなんですよ。それほどまでにね、彼をね、歪ませてしまったのは、他人にはね、理解できない彼が抱えていた孤独だったんです。絶対世に出してはいけない。2009年6月、韓国プサン広域市ササン区刑務所の玄関から姿を現したその男はキム・ギルテ。8年ぶりのシャバか。タバコをふかしながら街を歩く彼は逮捕された当時、担当判事から次のように断じられたことを思い出します。彼は殺人以外の犯罪者の中でも二度と社会に出してはいけない存在です。まあ普通に出てこれたけどな。8年ぶりのその街並みを前に不敵な笑みを浮かべたギルテ。一体彼はどのように手を染め、何をもって判事にそう言わしめたのか。その理由を知るには彼の半生をたどっていく必要があるんです。1977年の秋、ササン区を歩いていた男性は教会の前に赤ん坊が捨てられていることに気がつきました。おお、こいつはかわいそうに。困ったようにその子の顔を覗き込んだ男性。彼はしばらく考え込んだ後、決心したようにこうつぶやきました。この子はうちで育てよう。男性には2人の娘がいましたが、男の子には恵まれず、彼は教会の前で見つけたその子がいい跡取りになると考えたんです。男性はその男の子と養子縁組をし、ギルテと命名。ここササン区出身の成功者にちなんだ名前を与え、彼の将来が幸大きものになることを願ったんです。ギルテは孤児だったってことね。じゃあ何？その生まれも何かその後の犯行と関係があるってこと？それがね、全部の原因とは言えないんですけど、一因になったっていうね、可能性はあるんです。こうして養父母に引き取られたギルテは運動神経が良く明るい子供に育っていきました。しかしそう見えていたのは中学へ上がるまでの話。中学生になるとギルテには目に見えた変化が現れ出したんです。母さん、僕はどこで生まれたの？ある日突然母にそんな質問を投げかけたギルテ。そう、彼はどこで耳にしたのか両親が秘密にしていたにもかかわらず、自分が孤児であることに気がついていました。そして自分の出自を気にするようになって以来、ギルテは大きく性格を変え、学校でも同級生にたびたび暴力を振るう問題児に。その後は高校に進むも2年に上がる頃には中退。両親ともろくに口を聞かなくなったギルテは家を飛び出し一人暮らしを始めるんです。彼が暮らし始めたのは屋根部屋と呼ばれる主にお金のない若者が暮らしている部屋でした。屋根部屋って韓国ドラマとかでなんかよく言わない？屋根部屋のプリンスとかさ。ドラマの中で、ね、主人公が住んでたりはするんですけど、実態としてはね、結構劣悪なとこなんですよ。というわけで本日のメトラーキーワード、韓国の屋根部屋について。
韓国には屋根部屋、韓国語でオクタッパンと呼ばれる特殊な住宅が存在します。韓国ではマンションやアパートの屋上に貯水タンクが置かれることが多かったのですが、1990年に水道法が改正、貯水タンクが不要になり、空いたスペースに部屋を増設して貸し出す人が続出したんです。屋根部屋に住む人は基本的にお金のない若年層、貯水タンク置き場や管理室などを改装して作られている関係上、住環境としては決して快適とは言えないんです。壁が薄く隙間が空いているため、夏は暑く、冬は外気と変わらないほど冷え込むことも。さらに屋上スペースは他の住人と共用であることが多く、韓国ドラマのように夜景を眺めながらの飲み会やガーデニングに使える物件は限られているといいます。こうして17歳から屋根部屋で一人暮らしを始めたギルテ。彼は親族と一切の縁を切り、友人とも距離を置くように。近隣住民もギルテが屋上の手すりにもたれてタバコを吸っている姿を見かけるくらいで、ほとんどが彼と話したことすらありませんでした。そして何よりギルテが借りたその屋根部屋は、彼が犯罪を犯す上で欠かせない舞台となっていくんです。1997年、それはギルテが20歳を迎えようという頃、彼は9歳の女児を屋根部屋へ誘拐し、性的暴行未遂で懲役3年の刑に。そして刑務所で3年を過ごしたギルテは、出所後わずか1ヶ月で再逮捕されてしまうんです。出所を迎えた2001年4月、彼は夜道を歩いていた30代の女性を誘拐、屋根部屋へ引きずり込み、なんと10日間も監禁の上、何度となく性的暴行を行ったんです。そう、刑務所はギルテにとって更生の場にはなり得ませんでした。なあ、それであんたはどんな方法で女を襲ったんだ？刑務所にいる間、同房の囚人たちに犯行手口やうまく警察を避ける方法を聞いて回っていたというギルテ。彼は服役する最中にも出所した後にどうやってその欲望を満たすかで頭がいっぱいだったんです。さらにギルテは刑務所内の態度も悪く、刑務作業でミスを指摘されれば地団打を踏んで苛立ちをあらわにすることも。そうやって何も反省しないままに刑期を終え、また同じ犯罪を犯してしまったギルテに担当判事はこう言うんです。彼は殺人以外の凶悪犯罪者の中でも二度と社会に出してはいけない存在です。反省してないじゃないのよ。もうこれ釈放しちゃったらまた同じことをやらかすのが目に見えてるじゃない？本当そうなんですよ。なのでギルテはね、8年の刑期の後釈放されたんですけど、本当に彼は外に出してはいけない存在だったんです。止められない欲望。再逮捕され8年の刑期を過ごす中でも、ギルテは刑務所でたびたび暴力事件を起こし、懲戒処分を7回も受けました。そうした素行の悪さにもかかわらず、2009年6月、刑期を全うした彼はまたあの屋根部屋へ舞い戻るんです。そして出所から約半年後の2010年1月、夜道で女性をさらい、またしても合格。ギルテはこの時、女性を8時間にもわたって屋根部屋へ監禁し、心ゆくまで性的欲求を満たしました。その後、女性は解放され、警察は彼女の通報をもとに監禁されていたその部屋がギルテのものだと特定。ここからギルテは指名手配されますが、その矢先にまた新たな事件が起こってしまうんです。こいつマジで好きあらばって感じじゃない？それでまた事件を起こすんでしょ？それがですね、今度の事件はね、今までの事件の比じゃないんです。ギルテが指名手配されてから1ヶ月後の2010年2月24日夜9時、ササン区のあるアパートへ一人の女性が帰宅しました。そして玄関をくぐると同時に女性は自宅の様子に違和感を覚えるんです。ヤン、いるんでしょ？ヤンさんというのは女性の13歳の娘。女性は2時間前に娘と電話で話をしており、彼女が自宅にいることを確認していました。それにもかかわらず、いつも帰れば玄関まで出迎えてくれるはずの娘がうんともすんとも返事をしないんです。そこから家中を回ってもヤンさんの姿はどこにも見当たらず、ヤンさんは視力が左 0.2、右 0.5 と悪かったにもかかわらず、メガネを部屋に置きっぱなし、さらに携帯も持たずに姿を消しており、自分から出かけたとは考えにくい状況でした。まさか誘拐？娘の身に何かあったのだと悟った女性はすぐに警察へ通報。そして現場のアパートへ到着した警察は、窓から侵入した男の足跡を複数発見するんです。これギルテがさ、窓から部屋の中入ってさらっていったってことでしょ？ちょっといくらなんでも怖すぎない？家の中まで来るって。こっからね、警察はギルテの行方を追っていくんですけど、この逃亡劇もまたね、異質なものだったんです。警察は現場となったアパートの状況からヤンさんは誘拐された可能性が高いと推測。ササン区で誘拐、性犯罪の前科がある人物約60名を調査した結果、ヤンさんの自宅からほど近い屋根部屋で暮らしていたギルテへとたどり着くんです。過去の犯行の傾向から被害者はまだ生きている可能性が高い。そう、ギルテのこれまでの犯行はいずれも被害者を屋根部屋に監禁して何度も性的暴行に及ぶというもの。警察はヤンさんも同じようにどこかに監禁されているものと考えていました。しかしそれから3日経ってもヤンさんの居場所はつかめず、警察はやむを得ずヤンさんの顔写真入りポスターを配布し公開捜査を開始。ほどなくしてギルテも誘拐の容疑で指名手配されることに。するとギルテはすぐに
警察へ電話をかけてきたんです。13歳のジョジをさらったのは俺じゃない。この時ギルテは足がつかないよう友人宅の電話を使用。さらに翌日の3月3日には警察と鉢合わせていますが、運動神経抜群の彼はなんとビルから3メートルの高さを飛び降りて逃走。後を追おうとした警察官が骨折する事態に見舞われました。そうやって警察が必死の思いでギルテを追いかける中、事件は最悪の展開を迎えてしまうんです。ヤンさんがさらわれて2週間が経とうという2010年3月6日の夜9時20分、彼女は自宅からわずか100メートルしか離れていないある場所でついに発見されるんです。発見されたヤンさんは全裸の状態で貯水タンクの底に沈められていました。ヤンさんは両手足を縛られ、上から石やレンガなどで重しをされた状態。彼女の体にはギルテと DNA が一致する体液がしっかりと付着していました。こうして迎えた3月10日、警察はヤンさんの自宅付近の空き家に隠れていたギルテを逮捕。彼は移送されるその道中でも警察の手を鬱陶しそうに振りほどいたり、野じ馬の市民を睨みつけたり、反抗的態度を示し続けていたというんです。なんとなく予想はしてたんだけども、ついに殺人まで犯しちゃって、そしてまた逮捕されてもさ、めちゃくちゃふてぶてしいじゃないこいつ。何を思ってるの本当にね、犯行に対して罪の意識っていうのがない人間ってね、いるんだなって思いましたよ。悪の権限。本当にすいませんでした。すべて私がやったことです。指名手配犯として追われる中、お金と食べ物を探して彼女の家に忍び込み、偶然彼女と鉢合わせてしまったんです。取り調べ室の中、涙ながらにそう説明するギルテ。それは取り調べを担当したパク・ミョンフン巡査部長が被害者ヤンさんの身の上話をした直後のこと。話を進めるうち、その目にじわりと涙を浮かべ始めたギルテの様子は、ようやく自分の犯した罪の重さに気がついたように見えた。誘拐監禁はいつもお前の手口だが、殺人を犯したことはなかった。なぜ殺した？自白を始めたギルテにすかさず追及するミョンフン巡査部長。するとギルテは声をしゃくり上げながらこう続けた。行為に及ぼうとしたところ、あの子が抵抗して叫んだので、バレるのを恐れて首を絞めました。全てを語り終えたギルテを前に、ミョンフン巡査部長は深くため息を漏らした。こいつにもまだ被害者を気の毒に思う気持ちが残っていたか。悲しい結末を迎えてしまったものの、最後に人間らしい表情を見せたギルテに、ミョンフン巡査部長はどこか安堵を覚えていた。そんな彼を前にギルテは、これだけ泣けばいくらか減刑なんだろう。取り調べ中、ギルテが被害者の身の上話に涙を流したことは事実。しかし彼のそれまでの態度を踏まえ、その涙は減刑を狙っての演技の可能性が高いと考えられているんです。逮捕から5日間、ギルテはヤンさんの殺害に関して一切を否定。タバコをくれ、ジャージャー麺を食わせろなどと自分勝手な要求を繰り返し、終始ふてぶてしく振る舞っていました。最終的に自白を選んだのも、検視結果を聞かされ、黙秘を続けるなら嘘発見器テストにかけると告げられた後のこと。さらにヤンさんの自宅アパートの現場検証の際には、警察の質問に対し次のような対応をとっているんです。お前はこの窓から侵入した。間違いないな。あの日は酒に酔ってたんだ。何も覚えてないよ。部屋にはお前の足跡が残ってるんだ。侵入した覚えがないのに足跡が残ってた。ただそれだけのことだ。ギルテがこの対応を取ったのもおそらく減刑を狙ってのこと。彼が逮捕される前年、8歳の少女に性的暴行を加え内臓をひどく損傷させた性犯罪者チョ・ドゥスンが懲役12年の刑を受けました。ドゥスンには当初無期懲役が求刑されていましたが、犯行時酒に酔っていたことが考慮され、心神耗弱で減刑の運びに。ギルテはこの裁判の流れを知っていたんです。いや、ここまでさ、のらりくらりと態度取られちゃったら、何が嘘で本当なのか分からなくなっちゃわない？なんかこの裁判で分かったのは、このキム・ギルテというね、男の中には反省っていう文字はないってことだったんですよ。ですがね、意外だったのはですね、悪の権化とも呼べるこの男の裁判に対する世間の反応だったんです。警察はギルテの逮捕に際して彼の身元の一切を公開。移送の際もマスクなどの着用を許さず、その顔を市民たちの前にさらしました。すると市民からは次のような声が上がったんです。警察の対応は人権侵害に当たる。そう、韓国は人権に対する姿勢が厳格で、たとえ凶悪犯であっても身元が一般公開されることは稀でした。すでに指名手配で顔が知られていること、社会的影響が大きい事件だったことを踏まえての今回の警察の判断。その対応を世論に流されて人権を侵害していると捉える市民が相次いだんです。しまいにはギルテの弁護士費用を負担したいと申し出る市民も現れ、ファンサイトまで開設される始末。ファンサイトではギルテをアニメ化したイラストやギルテに有利な虚偽の情報が掲載されるなどの騒ぎになり、後に運営者が書
類送検されているんです。また世間のこれらの反応はギルテへの警察の対応が異例だったことだけが理由ではないんです。孤児として育ったギルテの出自への同情、そして何度も刑務所に入れながら彼を更生させられなかった司法制度への批判の意味も込められているんです。韓国は国家の財政もあって犯罪者の更生にリソースが割けておらず、特に保護観察官に関しては深刻な人員不足の状態にあります。事件当時だと保護観察官1人当たり378人の犯罪者を担当しなければならない計算。これは日本や欧米諸国の5倍から10倍の数字で早急な改善が必要とされているんです。結局ギルテは一度死刑判決を受けたものの、2010年12月15日控訴審の結果無期懲役に。プサン高等法院のキム・ヨンビン部長判事は判決について次のように言及しました。被告人の犯行には社会の責任も一部あります。世論に流されて安易に死刑を宣告してはなりません。生涯のほとんどを刑務所で過ごし、社会から永久に隔離されなければならないと断じられたキム・ギルテ。何度刑を課されても変われなかったその男と世間の反応を前に、関係者は自国の制度の欠陥を認め改善へと動き出しているんです。